7月7日七夕の東京都知事選挙、小池百合子さんが参戦されました。しかしその話題よりもですね、蓮舫さんよりも石丸さんが上に来たと、これが今でも大きな話題になってます。したがって今日はですね、石丸信二現象ってのは何なのかと、でこの政治家、この男はこれからどうするのかと、こういうテーマについてお話をいたします。おさらいです。ちょっと見てみましょう。これが都知事選の結果ですね。小池さんが290万以上取って再選3選目と、石丸さんが160万を超えたと、蓮舫さんの120万以上になったということで、彼が2番目に出てきたことが非常に大きいということなんですね。それでまず石丸信二さんってのはどういう方かということなんですけども、これですね、これ選挙の時に配られたビラを今持ってきたんですけども、東京を動かそうと、こういうことで、政治再建とか都市開発とか産業創出とかいろいろ言ってますけど、あんまり具体的なことは言ってない。だけどこの紫のカラーですね、それとこの石丸さんってのは一気に日本国中に広まったということなんです。そこで石丸さんってどういう方かというと、この方は1982年の8月に広島県の今の安芸高田市に生まれたと。そして京都大学経済学部を出て、大学を出てからその三菱東京 UFJ 銀行に入行して、アメリカなど海外でも勤務したと。そして実はその彼のふるさとの広島県で、その衆議院議員の河合克行さん、これは私の親友で、ずっといつも一緒にご飯食べたりしてたし、勉強会も一緒にやってました。その河合さんが奥さんの安里さんを当選させたいと、参議院選挙でですよ。それで市長さんとか県会議員なんかにいっぱいお金を配ったということで、2020年6月に河合さん夫婦が東京地検に逮捕されるということがありました。ところがその安芸高田市の市長さんがその河合さんからお金をもらってたってことが分かったんで、辞職したと。これ2020年7月なんですけども、そこでじゃあ後継の市長選やろうって言ったらですね、一人しか手を挙げなくて無投票になりそうだと。そこで急遽この石丸さんが、自分のふるさとだと、もう自分が出るんだということで、急遽銀行退職して立候補したんですね。でふるさとの人だし若いし、ああいう状況でしたから、石丸さんがですね8076票、竹本さんって対抗馬が5344票で当選したんです。やっぱりその地元から見ると、優秀な若い人が帰ってきて、この自分の町を立て直してほしいと、こういう思いだったと思うんですね。それで、今日はですね、その石丸さんの評価をするためにですね、安芸高田市政、彼のこの市政はどうだったかということをまず話したいと思いますけど、はっきり言って大した業績はないということなんですね。婚活事業とかいろんなイベントを中止してちょっと税金減らしてるって言うけど、しかし財政健全化もうまくいかなかったと。でただ目立ったのはですね、議会と対立して喧嘩してるのが非常に目立った。でその喧嘩してるのを SNS で全国に発信するわけですよ。例えばですね、2020年の9月25日に石丸さんはある議員を批判して、いびきをかいて優に30分は居眠りする議員が1名と、こういうふうに投稿する。ただその議員さんは実はその睡眠時無呼吸症候群で、一過性の脳梗塞でそうガタガタってなったんだっていうんで、どっちが本当か知りません。しかしそういうことで、議員さんたちから、もう俺たちを敵に回すならもう何もかも反対するぞっていうことで対立したんですね。それでもうしょっちゅう対立を繰り返していったということでですね、もう泥仕合のようなことになった。これはちょっと見ちゃおれんっていうような感じの泥仕合になりましたね。で実はこの居眠り議員、けしからんってことを言ったことが
SNS ですから全国に広がる。そうすると石丸さんの人気も上がってくる。状況をよく知らないわけですから、みんな SNS しか見てない。それから秋田方市の人気も上がって、ふるさと納税で秋田方市の売り上げがどんどん増えるっていうのは、おまけまでついたわけですね。で、そういう中で、まだ任期がちょっと残ってたんだけど、東京都知事選あるっていうことで、さっさと辞めて都知事選立候補して、先ほどの成果が出たということなんですけれども、私は秋田方市政は評価できるものではなかったというふうに思います。それで、実を言うと、秋田方市政、石丸さんが辞めちゃいましたから後見選ばないといけない。ところが、同じ都知事選と同じ7月7日に選挙あったんですけど、反石丸派の方が当選したんです。ということは、石丸後継が起こっちゃったということは、秋田方市民は評価してないということだと思います。それで、蓮舫さんを抑えて、小池さんには及ばなかった。しかし、小池さんという古い政治家、蓮舫さんという古い政治家、2人とも女性、ある程度年いってる。で、そこに若い男性が出てきたっていう、立ち位置が非常に良かったこともあるんですね。それで、政治手法でなんかもう SNS で世の中全部変えたような感じがします。私はしかし SNS と伝統的手法の2つをうまく使ったというふうに思っております。もう SNS は皆さん知ってるので、もうどんどん発信する。で、その効果ありました。しかしですね、極めて伝統的な手法をやったんです。で、それはですね、例えばですね、一例挙げますよ。私も最初に全く無所属で誰の助けもなく、仲間のボランティアだけに支えられて都知事選挙に出た時に、14,000箇所ある東京都内のポスター掲示板に選挙終わる日まで晴れてないところは奥多摩とか伊豆大島とかいろいろありましたね。ところが彼は初日のうちに全部張ってんですよ。ということはそれだけお金と組織力があったということで、実は資金面もですね、これはドトールの創業者とか KDDI の共同創業者がお金出してくれたと。それから私も知ってる自民党本部で仕事してた小田さんとかですね、田村さんとかが手伝ったと。それからその選挙の神様と呼ばれる藤川新之助さんが、選挙を仕切ったと。こういうこともやったんで、このやり方は伝統的なやり方なんで、私よりはるかに組織も金もあって恵まれてるなっていうのは苦労した、実際都知事選で苦労した立場から言うとそうなんですね。そして SNS で発信して、それで人が集まる。そしたら見てる人がスマホで中継して、それがまた拡散するというような相乗効果を上げた。だから SNS と伝統的手法の両方をやったということだと思います。で、今言いましたように、資金は財界が出してくる。人材も自民党を含めていっぱい来た。組織もそういう意味であったということなんですね。さあ、そこでこれから石丸さんどうするんですかということで、いろんな説が飛び交ってます。で、実は私の経験というのは石丸さんにも非常に役に立つと思います。というのは全く同じ歩みをしてるわけですね。彼は市長さんやって都知事選挙出たんですけど、私は一番最初に選挙出たのは1999年の都知事選で石原慎太郎さんに負けたんですけども、これ全くもう組織も何にもお金もなくてやった。で、ちょっと書庫を探したらですね、こういうカエルっていう本が出てきました。これは実は、1999年の都知事選に出る時に、私が東京大改造計画と問題解決の具体策と書いて出しましたね。1999年です。で、こういう政策についての本を書いたんですね。で、それで、石丸さんも怒ったけど、私も落っこちたと。で、その後どうしたかということなんですけれども、その後ですね、私は参議院選挙に出たんですね。それは自民党の仲間参議院選挙でないかっていうんで、それで全国比例区で出て、
記録的な150万票という得票でトップ当選をしました。それから参議院議員をやって、そして次に都知事選挙出て当選して、リベンジを果たしたということなんで、この石丸さん今後どうするかということなんですけれども、私の見立てっていうかおすすめっていうか、それはですね、参議院選挙があります。来年夏です。私が出たようにここへ出て勝つっていうのはあり得るんだ。ただ問題は、私は自民党から出たから比例区出れた。政党がないと比例区出れないから、東京の選挙区で無所属で出るっていうのはあり得ます。それからいつ選挙あるか分かりませんが、衆議院選挙いつ解散するか、来年の10月までにある。ここで出るのも一つで、彼は広島1区で岸田さん対決するみたいなことを言ってます。これも一つなんですね。それから広島県知事とか、他の自治体の首長ってこともあるし、私がリベンジしたように4年後に東京都知事もう一遍狙うっていうのもあると思うんです。それから新党を作るっていうのも一つの手なんで、実は私は自民党を飛び出してその新党を作ったんです。で、ここに本がありますけど、これは新党改革という新党を作った時にこの政策史を掲げた本なんですね。ところがですね、現実は新党を作るっていうのもお金ね、もう組織のめちゃくちゃ大変で、いやこんな苦労はもう二度としたくないなと思ったぐらいなんで、新党もそう優しくはありません。ですからこういう選択肢の中でどういう選択をするのかということがですね、この東京を動かそうというこの初心をもとにして、今度は国を動かすと、そういう方向でこれから頑張って飛躍してもらいたいなと思います。